7足目はボップルストーン。説明文読みます。ラーナ・モーレッツはボップルの編み方を探求するのが大好き。ボップルは楽しく編め、用途も幅広いです。この靴下編むには忍耐が必要ですが、十分に似合う仕上がりになります。とのことです。実は前の動画でも少しお話ししたんですけど、この本は1ページずつ読んでいて、まだこの先の靴下1回も見てないんですよ。編み終わったら次を見るっていう風にやってるので、今から初めてボップルストーンの見た目を見ます。緊張する。では、参ります。ドン。お？ブツブツ系ですね。なるほど。かわいいぞ。構造としては、トゥーアップ、つま先から編むタイプで、フリーゲルヒールを特徴としています。なんだそれは。私が今できるのは、ツイシェットリブだけですね。で、今回使用する糸を持ってきます。在庫から選んできました。だるまさんのスーパーウォッシュスパニッシュメリノの101番きなりを使います。2玉で足りるかどうかわかんないけど、これにします。では、早速やっていきます。つま先が編めました。ここまではいつも通りに忍耐0でも編めます。この後から、早速模様編みが始まるので、1個目のボップルを編んでみたいと思います。今、初ボップルを編んでみました。うわ、白だから見えにくいかも。初ボップルの感想としましては、これめんどくさいぞ。一目に対して15アクションぐらいしてるわけですよ。で、これが結構な頻度でやってくるということですね。うわー、ちょっとやばいな。ゲゲー、頑張れフット部分が編めました。結構大変だったけど、ボップルストーンがあるのは足の甲の片方だけなのでまだ楽です。次はヒールのシェービングをして、でヒールターンをして、ヒールの仕上げをします。ヒールができました。最初は増し目をして、編み目を倍ぐらいにして、で次また減らし目をして元に戻すみたいな感じでしたね。若干かかとが尖ってるけど、結構いいんじゃないでしょうか。これは簡単だった。あと休憩にもなりました。次はレッグ部分を編みます。ボップルストーンを編むのには慣れてきたんですけど、手の疲れがいつもの手の疲れとはちょっと違って、なんていうのかな。ちょっとなんか特殊なんですよね。この疲れ方が。ボップル疲れ？だからあんまりね、進まない。確かに忍耐が必要な靴下だっていう感じがしてきました。もう早くツイステッドリブを編みたい。レッグ部分が編めました。ここからここまで結構長めに編みました。16センチぐらい、16.5 ぐらい編みました。毛糸が中途半端に余りそうだったので長めに編みました。どんぐらい時間かかったかな？結構かかりましたよ。この後、履き口はツイステッドリブを編んで完成です。あともう少し。完成しました。こんな感じ。長いね。ツイステッドリブはいつも通り。指定の長さよりもだいぶ長くしました。毛糸は残りこのぐらい余りました。片足で何ボップルあるのかちょっと数えてみたいと思います。片足でこのボップルストーンなんと480個あります。Oh my god! 480は怖いよ。
すごいな。いやー、そりゃもう疲れるよね。まあでも仕上がりはすごいよな。圧巻って感じがする。いや、頑張ったよ、ほんと。では、もう片方の靴下は1時間を1秒でどうぞ。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tuntia。完成しました。960個も編まなきゃいけないなんて思ってなかったので、想像以上に大変でした。毛糸もシンプルな生成りにしてよかったなと思ってます。また編むかって言われたら、ちょっとこの辛さを忘れてからになるとは思うんですけど、デザインとしてはすごく素敵だし気に入ってます。それでは最後にエンディングソングを作りましたので、お聴きください。ボップルストーン。指先がちびれる人目の重み、同じ動作に心ざわつき、深呼吸一つでも頭もサイレンモード、少しずつ見えてくる自分だけの景色。バブルストーンバブルストーン Goodbye バブルもう十分。バブルストーンバブルストーン耐えた先に Only one shot、 同じ景色をぐるぐる回り、気づけば少しずつ進んでる。なんだかしが支えになる Really 波のように押し寄せる達成の予感、あと少しで見える光。バブルストーンバブルストーン両足960 loud